ちふゆちゃん、もう寝るからのべゲーやろう。途中で寝ないならいいよ。それじゃあ、リトルマンハズアデイ。やっていきましょう。あらすじだけ聞いてもいい？何するかわかんないけど頑張って生きようって話っぽい。寝る前にやる話には重いね。これ起き上がっても大丈夫ですかね？ああ、服着てた。寝てる時は着てなかったと思う。何かメモってた？目が覚めたら理由はわからないけど何にもやる気が起きないから、気晴らしに散歩しながら日記を書こうって感じ。ベッドから出ただけで立派だと思うよ。スープ飲みたかった話とか歯医者の予約とか、ティムとぶらついてたとかもう寝るとか、日記とメモ帳を兼ねてるみたい。書き切って買い替えるペース早そうだね。外出る前に少し家の中見てみましょう。パソコン覗いてみようよ。壁の写真とかも気になるから順番でね。あ、調べられるところにはいいキーマークが出るんだ。調べながら進むテキストアドベンチャーって感じかな。イーゼルも調べられないですね。画家なの？全くわかんないです。外出て誰かに話を聞きたいですね。秘密基地みたい。番犬もいますよ。寝てるんだけど、何か用？喋るんだ。撫でたいの？撫でられたくないんだが、なんだか考えたことある？野良犬だったりします？はよ消えろ。うせえな。あ、恨みを忘れないようにメモ取ってる。なんで最高？マイペースで自分自身を持っている人っていいよねって話かな。今の主人公からすると魅力的なのかもですね。何のやる気も出ない日は歩いてる人見るだけですごいなって思うしね。そんな日ある？ 3 ヶ月に1回くらいはあるでしょ。季節の変わり目ってなんか寂しくなりますもんね。リトルマン、君に話したい面白い夢を見たんだ。だから来てくれ。地図かわいいです。これで退屈な日から解放されるのを喜んでますね。やることないのって憂鬱になりますしね。やることないならとりあえず寝とけばいいと思う。何もしなかった無駄な時間って思い返した時に後悔しません。後悔が湧いてきたら泣きながら寝るだけだよ。何も調べられてないけどなんだろう。最近、少し麻痺しているように感じる。身の回りのものに気を使わなくなった。それと自分自身さえも、太陽が肌を温めるのを感じる。でももっと暖かかった記憶がある。結構頻繁に書き込みますね。やる気出ない人の感受性じゃないよね。鳥のやっぱり絵描きさんなんですかね。調べてどうこうなるわけじゃない。絵左下の咲くないから進めそう。裸？サッカー選手かな？きっといいストライカーね。下半身は花で隠されてるけど、上の一軸2つが見えちゃってるからアウトだね。裸への関心薄くないです？あ、ロバートって名前の悪い人みたいです。最近同じ名前の巨乳見た気がする。対岸だから話しかけたりはできないですね。一仕事したし今日はもう終わりでもいいんじゃない？友達から手紙もらっちゃってるから会いに行かないと。家の外で待っててくれてる。手紙に書かれてた地図より近い場所だし違う人だと思うよ。洗濯物のチェックからだね。割れた鏡が気になっただけです。人の服って現れててもその人の匂いがしていいよね。ちょっとだけならわかるかも。枕カバーにしたいよね。ちょっとわからない話になっちゃった。いつも悲しい顔をしていると友達に言われた。学校ではサッドボーイとまで呼ばれていた。僕はハッピーマンになろうと努力した。それもうまくいかなかった。自分がどういう人間なのかわからない。こんにちは。今日の調子はどう？私の今日の話をするね。散歩に行ったの。素敵でしょ？でも戻ってきたら、水筒をなくしたことに気づいたの。私のおバカ。あなたの家の近くの茂みでなくしちゃったんだろうね。だから困っちゃった。知ってるよね。水分補給はすごく重要なの。ほとんどの問題を解決してくれるし、重要な問題じゃなくて、ちょっとした問題だけどね。とりあえずシンクでちょっと飲もうかな。またね、リトルマン。アレックスと話すのは楽しい。あまり多くを語らなくても、話を聞いてもらっている感じがする。彼女は面白いことを言って僕を笑わせてくれる。僕は彼女を助けて、ハッピーにさせたい。友達に会いに行く用事があるから進もう。水筒を探してあげないの？落とした場所の予想ついてて必要なものなら自分で取りに行くのでは？今回は手紙くれた友達優先で行きます。次があるならアレックス優先してあげます。風や木々と共にここにいるだけで十分らしいです。心にもやがかかっていることを気にしているみたい。
どこ通って向こう岸行ったんだろう。これ話しかけることできない感じですかね。まあ変質者に声かける必要もないでしょ。友達の家はここかと。ポスト開かなくてインターホンもないなら入っちゃおう。ベッドライトのセンスいいね。部屋が暗いと気がめいっちゃいますよ。映画でも見てるんじゃない？気がついてないみたいですし、声かけてみます。リトルマン、来てくれたんだな。つまり、俺の手紙を受け取ったということだな。それで、夢についてだけど、実は正直に言うとだな。君がここに来るのには1日かかってて、今はもう、夢の内容を忘れちゃったんだ。すまん。目が覚めた時、その夢に本当に感動したことは覚えてる。そして一日中その夢がどんだけ面白いかを考えてた。でもその面白い部分を忘れちゃった。まるですごくいい曲ができたのに、1週間後にはすっかり忘れてしまった感じだよ。とにかく、今回は本当にがっかりさせちゃったかもしれないな。でも今日は会えて嬉しいよ。見送らせてくれ。まあ手紙だとこういうことは起こっちゃいますよね。忘れても大丈夫なようにティムも日記をつけるべきでは？いろいろと学べるゲームですね。見送りに何かくれたりしないかな？わざわざ外に出て見送ってくれるだけで嬉しいですよ。ふむ、ぼんやりとだけど君もいたって覚えてるんだよな。夢の中の話だよ。でも他の誰かだったかもしれないや。夢って面白いよな。はは、役に立たない話だったかな。おやすみ、リトルフレンド。気をつけて帰ってな。暗くなってきたし帰って寝ようね。何の成果もない一日だったけどこれで正解だったのかな。ティムは夢を忘れてしまっていた。彼のせいではない。僕もほとんど夢を忘れるし。でも密かにもっと何かを期待していたと思う。クールなストーリー、新しいインスピレーション、あるいは少なくとも何か面白いものを。手紙送ってくるぐらい面白い話なわけだし割と気になるのはわかる。そういえばここの右行ってなかったですね。アレックス。ボトルがないからってここの水飲むつもり？アヒル見てるとか？おう、リトルマン、夜空を眺めていたの？散歩の後は本当に眠くて、一日中何もしなかったわ。そのことで少し憂鬱になったけど、そういう気持ちになるのもやめたわ。今日は休息が必要だったんだと思うの。ぐっすり眠れそうね。散歩しただけ立派だよ。帰り道でボトル探したら渡せるかな？さすがにもう遅い気がする。この鳥は家に帰らないのかな？ Z の文字が見えるから寝てるみたい。メモ取る要素あった？本日の締めじゃない？多分、僕はただ悲しいんだ。理由はわからない。でもそれでいいんだ。悲しむべきなんだ。理由を知る必要なんてないんだ。幸せであることに執着しすぎたのかも。あるいは、幸せそうに見えることに。でも、僕は僕自身が感じていることを感じるべきなんだ。それが僕には難しいんだ。暗い中びっしり書き込んだね。思ったより憂鬱な気分になってきたんだけど、これ今夜は気持ちよく眠れる？主人公が寝るのに合わせて寝たらよく眠れるっていうライフハックあるよ。犬にただいましましょう。なんか言おうか。寝ろよ、負け犬。これ翻訳に使ってる謎のツール新調した方がいいのでは？7割合ってれば問題ないよ。あれ？パソコン消さなかったっけ？スリープしたのについちゃうやつですよ、多分。今日は何も起こらなかった。でも少なくともベッドから起きれた。いつもは簡単ではないのです。今はこれで十分です。明日はもっと盛り上がるかもしれない。そうではないかもしれない。誰が気にする？僕は気にしない。何もしない日もいいよねって話だったのかな。共感できる人には刺さる話だと思ったよ。もう締め入ってる？タイトル的に一日の話だから終わりだろうしね。そっか。コンパクトに収まってていいと思いましたよ。実績が8個あるし無料なので遊んでみてね。半分以上取れてないけどもう寝る。夏バテで割とリトルマン気分だから寝たい。じゃあエンディングが終わったら寝ようね。日記をめくれる D マーク出てる？丸1日分見返すことができるって感じかな。乳首。赤くないから大丈夫だと思うよ。念のためモザイクです。ちふゆちゃんママはセンシティブに敏感すぎる。あ、ママじゃなくてお母さんです。どっちの呼び方でもしっくりくるからちふゆちゃんはすごいや。最近やったポンコツンデレ小悪魔に魂の査定してもらって、イチャ殺されるゲームと同じくらい考えさせられたよ。情報の暴力やめて。最近はシナリオ全振りのいいゲームが多くて嬉しいよ。それじゃ、おやすみなさい。気になるところがあったら無料なので遊んでみてくださいね。それでは私も寝ますね。それじゃあポンコツンデレ小悪魔先輩、
ちょっとだけやりましょう。あれ全部読み上げしたけどボツにしたってことは伝えておくわ。で、このゲームの話に戻って、茂みでボトルを回収したわ。これカリンが話者になるならアレックスは誰が読むんだ？それじゃあ私が、リッカにはダグを読んでもらうからダメよ。誰？千冬たちがなぜか会わずにクリアしちゃったキャラね。ボトルを渡すわね。おお、リトルマン。私のボトルを見つけてくれたのね。素敵。本当にありがとう。助かりました。まだ気がめいってるけど、少なくとも飲むことができるようになったから、悩みの種は減ったわ。いい一日を過ごしてね。ボトルってお酒のことだったりする？あ、何か書いてる。他人に優しくできるなら、自分にも優しくなれるはずだよな。ボトルについてはこれで終わりね。昼に池に行くとダグがいるわ。妙に日記のページが足りてなかったのは見逃しが多かったからなんだね。静かにしてくれよリトルマン。アヒルを引き寄せようとしてるんだよ。昨日、突然だが俺はアヒルに触ったことがないことに気づいた。想像できるかよ。俺はすぐにこのアヒルのコスチュームを作って、水に飛び込んだ。今のところうまくいってないけど、俺は忍耐強い男だからな。ああ、ワクワクするぜ。変な人もいるもんだね。割と全員変わり者だと思うわ。ダグは変なやつだ。ステッカーシールであったらノートパソコンに貼りたい絵ね。この羊なんだけど、草で隠れてて分かりにくいけど柵がない場所があって、話しかけることができるわ。犬は人の言葉喋るけど羊はダメなんだ。あ、実績？日記は羊が可愛いって話だけね。昼にダグに会っておけば、夜の帰り道でも会えるわ。ああ、ここでもうまくいかねえ。多分俺がアヒルを好きなほどアヒルは俺を好きではないんだろうな。はあ、俺は一体何をしているんだ。バカバカしい。水から出るべきだな。見ないでくれ。恥ずかしいぜ。じゃあ。寒くないのかな？忍耐強いらしいから平気よ。ダグに厳しくするべきではない。彼はとてもバカだけど、誰にも迷惑をかけていない。彼は間違いを認めるし、やりたいこともする。それには感心するよ。これでエンディングに進めば、日記コンプリートの実績が取れるわ。これでやることは全部。木の板を盗んだロバートを捕まえるって実績が残ってるけど、気になる人はプレイしてみてみるといいわね。無料だし、日記埋まったからシナリオ的には必要ない話なのかな。20分あれば遊び尽くせるからやってみてね。それじゃまたね。それじゃ私はサッカーゲーに戻ろうかな。また何かいいゲームがあれば会おうね。またね。